皆さんこんにちは。総裁カウンセラーの池井です。今日はお盆が近いので墓じまいのお話をしたいと思います。ご家族で集まる機会だと思いますので、もし近い将来お墓をしまおうかなって検討されている方は、ぜひご覧いただいて参考にしてほしいと思います。今日お話ししたいのは離檀料のお話なんですね。3回シリーズでやっていこうと思ってます。申し訳ないですけど、民間の霊園とか公営の墓地をお持ちの方にはちょっと関係のないお話になってしまうんですけれども、将来ね、もしかしたらお寺の樹木葬墓地とか買われるかもしれませんので、そういう時に備えて見ていただけたらなって思います。今日お伝えしたいことは3つあって、離檀料って言われるものの中身のことですね。中身のことをまず聞いてくださいっていうお話と、それから、じゃあ、その足抜け料的なね、一般の方がいわゆるもうこんなにお別れするって言ったらこのぐらい持ってこいって言われちゃったみたいな、その手切れ金みたいなものだった時にはどうなのかっていうお話と、あと3つ目は、じゃあ揉めないためのコツは何ってこちらに書いてあるようにね、お話し合いに尽きるんですけれども、その3つお話ししていきたいと思います。で、最初はですね、中身を聞いてくださいっていうのはどういうことかというと、いわゆるその手切れ金みたいなものを言われたんだろうなって私たちが思っていても、その中にはもしかすると和尚さんによっては撤去工事の費用とか、あとはその御霊抜きのご供養で最後読経していただくんですけれど、読経しないとね、石屋さんも嫌ですよね。その御霊が入ってることになってますから、その墓石っていうのは。浄土真宗だけちょっと違うんですけれども、御霊抜きについてはまた回を改めてお話しするとして、その祈願の対象だった、手を合わせる対象だった石を普通の石にしてしまわないと廃棄できませんので、石屋さんもね、その大切な石をそのまま御霊が入ったまんまで廃棄するっていうのはちょっと嫌なんだろうと思いますので、必ず読経はしていただくんですけれど、その読経のお布施を含めてですね、それでいくらぐらいご用意くださいっておっしゃっている場合も意外とあるんです。ですので、そのおっしゃった金額の中に撤去工事の費用含まれてますかっていうことをまず伺ってほしいんですよね。で、撤去工事の更地に戻すっていうのはね、絶対どこの墓地でも対外契約書に書いてあると思うんです。最後、抜けるときには更地にして戻すことっていうのは必ず書いてありますし、お父さんの代とかおじいちゃんの代のもう契約書なんかどっか行っちゃっているような、もしくはなかったような場合でも、更地にして戻すっていうのはもう大体全国どこでも、一律で、決まっているので、更地にするための工事費用と、あと最後読経していただくときのお布施は払うつもりがありますってまずお話ししてみてほしいんですね。で、それを含めての今の金額ですかっていうことを、確認した方がいいと思います。で、じゃあね、その撤去工事の費用ってどれぐらいなのかっていうことなんです。だいたい雑誌とか見ると、一坪10万から15万っていうのが相場みたいです。で、私も、割合ね、結構、関東エリアじゃないところの墓じまいも何度かお手伝いしたことあるんですけれども、そんなに変わらないようですね、地域によって。全国どこでもだいたい一坪10万から15万っていうのは一律な感じがします。で、その一坪がまたくせ者で、人間の生きてる人のね、一坪っていうと、畳や襖2枚分の広さを一坪って言うと思うんですけれど、亡くなった方の一坪ってもっとちっちゃいんです。だから、うちのお墓はそんなに大きくないから、一坪も絶対ないから10万あれば片付くって思ってしまう方が非常に多いんですけれど、これ間違いなんですね。90センチ四方です。お墓の一坪っていうと、生きてる人の4分の1なんです。肉体ないですからね、骨壺が、一つ分って考えますので、それが収まる広さって90センチ四方が一坪なんです。だから、大概都市部にあるちっちゃいと思ってるお墓でも一坪は確実にあるんですよ。ですので、大体墓じまいっていうと、その周りの区画まで含めての広さですから、20万から30万がもう大方の相場だと思ってください。普通の場合でそのぐらいかかります。
で、これがまた、更地にするにあたってちょっと難しい場所、斜面に立っているとか、結構高台の上にあるとかってなると、場合によってはクレーン車出さないと、その石を運び出せなかったりするので、そういった場合はもう50万とか70万とか、80万ぐらいまで見積もり見たことあるんですけれど、結構かかります。一戸建ての木造のお家を壊すときでも撤去工事費用って100万ぐらいだったりするので、なんでお墓1個壊すのにね、一軒家崩すって言ったらだいたい1週間ぐらい妊婦さんが来ていろいろやると思うんですけど、お墓って半日ぐらいで更地にできちゃうから、それでどうしてそんなにかかるんですかっておっしゃる方が多いんですが、墓石って天然石なので、そのままでは廃棄できないんですね。で、まとめて、例えば、倉庫みたいなところで保管して、で、ある程度溜まってから、また運んでもらって、それなりの、廃棄場所に持って行ったりっていうことになったりするので、その保管料っていうのも結構かかってるんです。ですから、普通のね、お家を壊すのと比較したらちょっと高く感じるかもしれないけれども、そういう理屈になってます。で、あとは、撤去工事の費用とお布施の他に、もう埋葬してある、埋蔵って言うんですけど、もうその中にお納めしてあるお骨がいくつもある場合、持って帰ってお家でずっと保管とかができないぐらいたくさんあるときに、お寺にある合葬スペースに移してくださいっていうふうにお願いすることもあると思うんですよね。そうなると、その合葬する場合の永代供養料っていうんですか、この先ずっと、お弔いしていただけると思うので、そのための費用っていうのも、いくらかお包みするべきだと思いますので、もし弔い上げが過ぎてたとしてもですね、新しい区画に入れ直した後、和尚さん独協してくださるので、その分のお布施っていうのは必要になると思います。で、そういうものもろもろひっくるめると、意外と、お寺さんの言っている金額って、そんなに高すぎるってことはなかったりします。で、じゃあ2番目のお話でね。じゃあよくわからない、その今のはわかりました。見積もりの取れる撤去工事費用と、御霊抜きのお布施とか、合葬してもらう時のお布施はわかったけど、それ以外にお礼として持ってきてとか、いや、もっともっと、必要な、私への、お寺にね、納めてもらう分があるでしょうって言われた時ですよね。これが困っちゃうんですけど。もし、引っ越しの事情が、改装ってお墓の引っ越しのことです。お墓の引っ越しの理由が物理的なことで、例えばもう遠すぎてお参りに行くのが大変だからっていう理由で、和尚さんとは別に仲悪くないっていう時だったら、それは幾ばくかお包みしていいと思うんですよ。途中でお付き合いが断絶することになっちゃってすみませんっていうことでね、お包みすればいいと思うんですけど、もし、これまでの10年、20年のお寺さんとのやりとりの中で、ふつふつと例えばもう我慢できないようなことがたまりにたまっていて、もう信心がないから、そのお寺と本当に縁を切りたいから、心理的にも縁を切りたいからっていう時には、それはもう信仰がなくなっているっていうことだと思うんですよね。そのお寺に対する信仰はないっていうことなので、これは憲法でもちゃんと20条でね、信教の自由って認められてますから、別段、何もお支払いしなくっても、信仰がなくなりましたとはっきりおっしゃってください。だからもうその追加の弔いもいらないし、私はもう新しいところに行って別の宗教者にお弔いをお願いすることにしましたっていうことをきちんとおっしゃれば、そこはもうそれ以上はおっしゃれない話だと思うんですね。それでも揉めてしまっちゃったっていう時は、こちら OK 行政処置事務所とか、お近くの弁護士さんとかね、いろんな方に相談していただけたらと思うんですけれども。じゃあいよいよ3つ目のお話ですね。お盆で皆さんご親戚とか、ご家族とか集まった時に何から話したらいいのっていうことなんですけれども、まずは、今までお寺さんに管理料とかをどういう形で年間いくらぐらいお支払いされてきたかっていうことを、もしお子さんやお孫さんに伝えていないんであれば、伝えてください。あとご覧になっている方がね、若い方で、そういうのを聞いたことがないっていうんだったら、お墓参りにいつも行ってるけど、お寺に管理料って払ってるのとかっていうことを聞いてください。で、今までの我が家とお寺のお付き合いがどんな感じになってきたのか。ご葬儀の時はどれぐらいお包みしていたのとか、そういったことをまず共有していただくっていうところからだと思うんですよね。で、さっきの御霊抜きのご供養料っていうのも、
やっぱりね、相場書いてあるんですよ。いろんな業者さんのサイトとか雑誌を見に行くと、5万から10万が相場ですなんてね、はっきり書いちゃってあるんですけど、これ嘘ですからね。そのお寺の自覚、お寺の大きさとかね、あとはご一家とのお付き合いがどのぐらいだったかっていうことによって、相場なんていうのは全然違うので、例えばもう先祖代々立派なご家庭で、ご葬儀出るたんびに300万お包みしてるよなんていう関係だったら、とってもじゃないけど、最後のけじめでお別れするのに5万、10万っていう、ご供養料じゃん。ちょっとね、お寺さんもびっくりしちゃうかなって思うので、雑誌のとか、ネットに書いてある情報っていうのは、目安程度。そうですね。例えば、重役とかではないサラリーマンのごくごく普通のご家庭で、あんまり過敏ではないお付き合いをしている場合の相場がそのぐらい、5万から10万なんだなっていうふうに思っていただければちょうどいいかなっていうふうに思います。でですね、話し合っていただきたいことはそれの他に、お墓をどうするつもりかっていうことなんですよね。もしかすると、おばあちゃんは結構ね、もう孫や子供に世話をかけたくないからしまう気満々だったりしても、若い方はそうじゃない場合もあります。で、女の子であっても、ちゃんとお墓の、お世話をし続けるつもりであるっていう場合もありますので、よくそこら辺をお話し合いしていただいて、で、じゃあ、いつのタイミングで片付けるんだったらどういうふうにするのか、次に移るのはどんなお墓がいいのかっていうのも、やっぱり大人だけで考えないでね、喪主に当たる人ですか、今一番お墓のお世話をしている中心となっている人一人で考えるんではなくって、下の世代の人ともちゃんと話をしていただきたいですし、で、あとは、お寺さんとどれぐらいのお付き合いだったから、最後これぐらい言われるんじゃないかなっていうような心づもりについても共有しておくことが大事なんですね。で、それぞれの、世代の人がどれぐらいそのお付き合いを続けていくつもりがあるのかっていうことですね。で、同じお寺であっても、最近は永代供養墓っていう、継いでも継がなくてもいいよみたいな、そういうスペースを作られているところが多いので、家のお墓はしまうんだけども、同じお寺でそういうところに移してくださいってお願いをすれば、今までほど過敏な付き合いはできないんですっていうことをお話しして、永代供養料を納めることで、次に入られる方からはお願いしますっていうようなこともできると思います。いろいろな段階があるし、あとはご希望もあるでしょう。雨の時でもお参りできるのがいいとか、ちょっと散骨に興味があるとかね、いろんなことについても、このお盆の機会に皆さんで話し合いをしてみてください。で、また疑問点あったらコメント欄に入れていただければ、お盆の頃にまた次収録するときお話ししていきたいと思います。それではまた、あと第2弾、第3弾を出すつもりなので、続きでご覧ください。